皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、インターネット上では中東戦争や第三次世界大戦の引き金だと煽る人たちが非常に多く出ているイスラエルによるイランへの攻撃についての解説を行います。今回、イスラエルがイランへ攻撃を行いました。軍の基地と核施設が攻撃の対象とされたとみられ、攻撃された軍基地周辺からの爆発音などが現地住民からの声として上がっています。こうしたイスラエルによるイランの攻撃に伴う経済的な影響は大きく、例えば中東情勢が緊迫化すればそれに伴ってエネルギー資源の流通に大きな障害が発生するかもしれないとして原油価格が上昇します。また、こうしたエネルギー資源価格の上昇というのは当然のようにありとあらゆる産業にとってマイナスになりますから、経済的な足かせとなり、これがまた株安へとつながります。そして戦争といったものはそのような様々な悪影響が起こることから、資産をどのようにして守ろうかと考えた時に連想されるのが現金ではなく金の普遍的な価値、そして何かあれば現金よりもより凝縮された形で資産を動かせることから金に対する需要が増して金価格の上昇といったものへと波及するものです。ただ今回の一件をもってしてインターネット上で囁かれるような中東戦争や世界大戦への道へとつながっているようには私には思えません。そのことは前回イランからイスラエルに対する大規模な攻撃が行われた際にも解説を行いました。私のこの考えは現在でも変わってはいません。なぜならば一般的な報道としては攻撃が双方繰り返されることによるいわゆる報復の連鎖がさらなる事態の緊迫化を招くといったような表現がされることも多いわけですが、最も見なければならないのは双方の国が現在のところ状況をコントロールしようと様々な手段を尽くしていることです。例えば前回イランによるイスラエルへの攻撃は非常に大規模なもので、イラン側からの攻撃としては弾道ミサイル、巡航ミサイル、大型突撃ドローン合わせて300発程度の攻撃が行われ、一方で守るイスラエルの方としても非常に高額な迎撃ミサイルなどを使ったことから1日で1600億円以上の費用がかかったとされています。このような大規模な攻撃、大規模な迎撃、この2つの現象を見ただけでものすごい状況がコントロール不能な状態になっているかというふうに見えることもあるわけですが、しかし現実はそうではありません。今回の攻撃の連鎖についてその発端としては、一応シリアにあるイランの領事館に対するイスラエル軍の攻撃がありました。ここでのポイントとしては、イスラエル側はアメリカなどに相談せずにイランの領事館を攻撃し、そこにいたとされるイランの対外作戦を指揮していたコツ部隊の幹部を殺害したということです。ここで見逃してはならないのは、イランの領事館、それがシリアにあるもので、国際法上誰が悪いことをしたかといえば、それはイスラエルになるからです。そして、こうした国際法違反に基づく報復攻撃の権利を持つのはイランであり、その権利に基づいて攻撃したというのであれば、それについてとやかく言うことはなかなかできないわけです。そのため、大規模攻撃がされたイスラエルが、この後、イランへの攻撃もするぞと話をした際に、アメリカが素早くそのような攻撃作戦には支持できないと牽制を行い、イスラエルによるこの後、事態をより悪化させる方向にはいかないようにと自制をかけました。そもそもイラン側の大規模攻撃に関しては、このようにして国際法違反をしたイスラエルへの報復なのですから、ある意味正当な権利の行使であり、その上でイランはイスラエル攻撃を行う際には、事前にアメリカ側に情報を伝えて、攻撃が領空を飛び越えることになるイラクやヨルダン、これらの国々に対して警告を行い、そしてイスラエルに対しても迎撃の準備を行うための余裕を持たせることを行いました。だからこそ、イランが300発以上の大規模攻撃を行ったにもかかわらず、イスラエルは準備万端、迎撃率 99% という非常に高い対応をしたわけです。多くの犠牲者が出ることなどもありませんでした。これはイランが政治的には自国の革命防衛隊の幹部がやられたということに対する最大限の報復を実施したというのをイラン国内の国民向けに説明することができ、一方でイスラエルに対してじゃあこの件をもってして全面戦争に突入する意思がないことを示しています。もしもそのような意思がイラン側にあれば、
わざわざ攻撃の事前通告などをせず、ある日唐突に攻撃を行えばよかったですし、また攻撃の内容としても、街から外れた空港などを狙わずにもっと中心部に対する大規模な攻撃を集中するといった手などもあったはずです。そしてそのようなイランの攻撃に対する今回のイスラエルの攻撃だったわけですが、イスラエル側の方もこれ以上大きな事態へと発展することを望んでいないことは明らかです。まず最初に攻撃の規模。イラン側が300発以上の攻撃を行ったのに対して、今回のイスラエル側の攻撃はその10分の1以下だと考えられています。そのためイラン国営通信などは、何やらイスラエルからの攻撃があったようだが全て迎撃できた。爆発音などが住民たちに聞かれているが、これは迎撃するための活動で、撃ち落としたものが爆発したり、迎撃のための活動音が誤認されただけだというような話をしています。通常このようなイスラエルとイランとの間における武力のやり取りにおいては、イスラエルとしてはやられたらやり返す何倍返しだといったことをやりがちなものです。そのようなことを普段から行うことによって、イスラエルに手を出せばただでは済まないということを実践してきたわけです。ところが今回イランの攻撃の10分の1以下で抑えたということは、これまでと比べるとはるかに弱腰の対応のように見えてしまうわけで、そこには一つの工夫がなされています。それがイランの核施設を攻撃したことです。実際にはイラン側の被害はなかったとされる核施設への攻撃なわけですが、何を対象にして攻撃したかという部分だけで規模の少なさについて帳消しにする意味があったのでしょう。イスラエル国内にはイランに対しては猛然と攻撃すべきだとする極右勢力が政治勢力として内閣を支えていますから、彼らにも配慮しなければなりません。ですから規模の少なさといったものを見せることによって、イラン側に対しては全面的な国家間戦争に発展することを望んでいないというメッセージを伝えつつ、国内向けにはイランに対する攻撃を行ったんだ、それも核施設に対する狙いをつけたんだぞといったところで、ある程度政治的な駆け引きを行ったわけです。というわけで今回のイランによるイスラエルへの攻撃、経済的な影響としては原油高や金価格の上昇といったものが起こってはいるものの、全体状況としてさあ今回の件をもってして中東戦争の幕開けだであるとか世界大戦の幕開けだといったような解説は全くの的外れだと言えるでしょう。イランもイスラエルも双方ともに政治的な駆け引きを見せて事態のエスカレートがしないように動きつつも、しかし軍事的にはそれぞれ自分たちはやれるだけのことをやったといったようなアリバイ作りには非常に熱心です。この後もしも中東戦争の引き金になるとすれば、このような駆け引きなしの唐突な大規模攻撃で甚大な被害を相手国に与えるといった出来事が発生するでしょう。逆に言えばそのようなことさえなければ、おそらくお互いにちまちまと攻撃することはあったとしても深刻な事態へと至らないというのが私の見方です。あなたは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われていたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは日本と世界で今何が起きているかについて私なりの解説を行っていきます。それに伴ってあなたの知識の整理整頓などにぜひともお役立てください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。